まずはうつ伏せに寝ます。両膝を曲げて足を左右に振っていきます。ゆっくりでいいので大きく振りましょう。ねじった時にお腹と股関節付け根、ここ伸びてれば OK です。まずはお腹のストレッチを行っています。いきなり腹筋やると痛める可能性があるので、まずはストレッチで伸ばしてます。呼吸を止めないように意識しましょう。こうできたら膝と膝しっかりつけておくとより効果的です。慣れてきたら少しずつ大きくねじっていきましょう。よし OK。 ちょっと休憩しましょう。次はプランクやっていきます。頭から足まで一直線になるように意識しましょう。腰が反ってしまうと腰痛めてしまう可能性があるので、お腹に力を入れてぐっとちょっと腰丸めるぐらいの方が良いと思います。全然余裕だよって方は動きをつけましょう。っていう風にやっても良いと思います。反り腰チェックしたことある方はぜひこの腹筋の動画のビフォーアフターでも反り腰チェックしてみてください。これだけでも反り腰が解消されるようになってます。腰が反らないようにしっかりグッと腰丸めましょう。よし、ちょっと休憩しましょう。よし、次お腹のストレッチやっていきます。左足を右にぐっとねじります。左のお腹、股関節の付け根がストレッチされてます。こう反対側の床につま先がつくようにやってみましょう。呼吸だけ止めないようにしっかり深呼吸を続けましょう。きつかったら一回戻してもう一回いきましょう。なるべくこう肘は床につけておきましょう。余裕があれば左手をぐっと伸ばすとさらに伸びてきます。よし OK。 ちょっと休憩しましょう。次は右足を左にねじります。床につま先つけると良いと思います。肘が床から浮かないようにしましょう。右のお腹、股関節の付け根をストレッチしてます。こう反り腰解消にも腹筋をつけるにもくびれを作るにもストレッチとトレーニング両方必要です。こう極端な話なんですけど、腹筋ばっかりしてるとシックスパックだけどすごい猫背みたいな体になっちゃう人もいます。余裕があれば右手をぐーっと上に上げましょう。さらに伸びてきます。よし OK。 ちょっと休憩しましょう。次は四つん這いになっていただいて、腹筋使ってぐっと腰を丸める、逆に反らせる、ぐっと丸める、反らせる、これを繰り返していきましょう。丸めるときは腹筋にぐーっと力入れて、できる限り腰と背中丸めましょう。逆にぐっと反らせる。反らせて腰が痛い人は腰が痛くない範囲で行いましょう。こう反り腰の人とかはこう反る動きはできるんですけど、この丸める動きが全然できないって人がほとんどです。しっかり意識してゆっくり丸めましょう。よし OK。 ちょっと休憩しましょう。次の種目から少しずつきつくなっていきます。
左手と右膝ついておいて、右手と左足をピンと伸ばします。肘と膝をつける。この時にぐっと腰を丸める。ピンと伸ばす。肘と膝つける。ぐっと腰を丸めて腹筋使う。ピンと伸ばす。この時ピンと伸ばしましょう。肘、膝、指先。ぐっと肘と膝つける。伸ばしきる。きつい人はこのままキープでもいいですし、もっとゆっくりでも大丈夫です。ぐっと腹筋使いましょう。この時にしっかり伸ばしきる。これ反り腰にめちゃめちゃ効果的なので頑張りましょう。あと2回です。ピンと伸ばしきる。曲げる。ラスト1回。よし、OK。ちょっと休憩しましょう。休憩したら反対側やっていきます。左手と右足をピンと伸ばす。肘と膝をつける。この時に腰丸めて腹筋を使います。肘と膝、指先ピンと伸ばす。肘と膝つける。伸ばしきる。肘と膝つける。頑張っていきましょう。もしこっちの手がきつい人は肘ついてもいいです。指先から足先まで一直線にするイメージです。手から足が一直線です。肘と膝使う。伸ばしきる。ぐっと曲げてしっかり伸ばしきる。腹筋使う。ラスト1回です。よし、 OK。 これで上向きになりましょう。ちょっと休憩です。次はズボラ腹筋やっていきます。両手で膝を抱えます。反動をつけていいのでぐっと起き上がりましょう。腹筋を使ってこう背中、腰を丸めて起き上がるイメージです。こう反り腰の人はこう腰を丸めるっていうのが意識として難しいかもしれないです。こうイメージでは腹筋に力が入っていればそれで OK です。こんなに起き上がれないよって方はこれぐらいちっちゃくても大丈夫です。呼吸だけ止めないように意識し続けましょう。頑張りましょう。ラスト1回。よし、 OK。 ちょっと休憩しましょう。よし、次は両足を上げてこのままパタパタ動かしましょう。腰が痛いよって人はお尻の下に手を入れて腰が反らないようにしましょう。前ももではなくて股関節付け根と下っ腹を使うイメージです。どうしても前ももに力が入っちゃうって人はちょっと膝曲げると良いと思います。下っ腹と股関節付け根で足をパタパタさせるイメージです。頑張りましょう。こう反り腰の人はほとんどが腹筋不足なんでちょっと明日ね筋肉痛になると思うんですけど、それが効いてる証です。あと5秒頑張りましょう。ちょっと休憩しましょう。ちょっとこれから後半にかけてきつくなってきます。次は自転車漕ぎやっていきます。これも前もも使っちゃう人多いんですが、できたらお尻をちょっと床から浮かせて行うと下っ腹、付け根使いやすくなります。できる限り大きく円を描きましょう。結構きついと思います。大きく大きく。でもし全然余裕だよって人は上半身をぐっと浮かせましょう。手を伸ばしてもいいです。肩甲骨と頭を床から浮かせてやると一気にきつくなります。これで早く回すと強度マックスです。頑張りましょう。できる限り大きく回しましょう。きつい人上半身つけてでも大丈夫です。腹筋が効いてれば OK です。よし、ちょっと休憩しましょう。
次は両膝を90度に曲げて股関節も90度、この状態でお尻をちょっとだけ浮かせましょう。で左右にねじっていきます。でこのねじった時に肩はできたらつけておきましょう。ねじってくびれに効かせたいです。肩はつけておく。膝と膝もつけておきましょう。しっかり90度、お尻をちょっと浮かせる。膝と膝離れないように意識しましょう。こうつけておくとね、膝を内ももにも効いてきます。肩も床から浮かないように呼吸は止めちゃダメです。ラスト左行きましょう。よし、オッケー。ちょっと休憩しましょう。ここからさらにきつい種目やっていきます。ちょっと上半身浮かせて手でかかとタッチです。かかとタッチ、かかとタッチ。きつすぎるよって人は後ろで手組んでこうね、ねじるだけでも OK です。できたらね、かかとタッチ、これ浮き輪肉、脇腹のはみ肉を撃退してます。この時肩甲骨床から浮かせておくと良いと思います。サボっても OK です。よし、残り頑張りましょう。きつい方最後の10秒、ズボラなのでサボって OK ですよ。僕は一応トレーナーとして頑張ります。あと5秒。よし、 OK。